皆さんこんにちは、イグです。今日は自分手帳を書く手帳タイムをしていきたいと思います。よろしければその前にゴム印センターで買ったハンコを紹介して、それを使って書いていきたいと思いますので、よろしければ一緒に手帳を書きましょう。はい、ということで今日は自分手帳を書く手帳タイムを取っていきたいと思います。今日は実家に行ってご飯を食べてきました。大晦日に茶碗蒸しを作ってきてもらってたので、その食器を返すのと、あとバレンタインのチョコレートを父に渡して、でご飯をごちそうになって帰ってきました。実家のうさぎさんハッピーちゃんも元気そうでした。全然ロイヤルとね種類が違って、ロイヤルはライオン雑種みたいな感じなので毛が結構長めなんですけど、ハッピーちゃんはネザーランドドワーフのフォースっていう種類の毛が短くってつるんとした感じの茶色い子なんですけど、顔ちっちゃいし目がでっかくて、顔ちっちゃい体でっかいちゃん私大好きなのでかわいいかわいいって言って今日も可愛がってきました。ただちょっとね臆病なのは最初からそうなんですけど、臆病なのは治らないまま5歳になったので、多分もうこのままなんだと思うんですけど、あんまりねロイヤルみたいにピョンって来てくれたりとか、かまってかまってっていう子じゃなくて、ちょっとあなた誰だっけみたいな感じで寄ってきてくれるぐらいの距離感なんですけど、可愛かったです。で今日は自分手帳をこちらね書いていくんですけど、また3日ぐらい溜まってるので、もう1週間遡って書いたりしてた私なので、3日ぐらい余裕でございます余裕の3日を書いていきたいと思うんですけど、その3日間助けてくれるのはこちらのデイズ。今日が2日だもんね。今日は全く書けてないけど、それまではちょいちょい書いてたので大丈夫でしょう。でこの自分手帳習慣タイプなんですけど、これを書くときにいつもハンコをねちょいちょい押してるじゃないですか。でちょっと足りないなって思ってたこのワークとか、あとこのロイ散歩とか撮影編集っていうのはもう売られていない廃盤になってしまったダイソーさんで前に売られていたこのお名前ハンコの一番ちっちゃいサイズで作ったもので押してたんですね。だけど何かゴム印センターでまた作る時にはこれも作ろうって思ってたので作ってもらいました。その紹介を先にさせていただきたいと思います。はい、今回はこちらです。みんなゴム印センター買う時このぐらいの量だよねちょうど細かいハンコをいっぱい頼むと思うんですけど、皆さんねだいたいね1回分がこのぐらいになると思うんですよ頼むやつで1000円とか1500円とかで1回分って感じなんですけど、私は今回は1500円ぴったりでした。偶然ね。これでゴム印センターの買い物は4回目になりますが、いつもね注文のメールが不備ありますよって注意されるんですよね不備があってもちゃんとそうやってお知らせくれるので、すいませんって言って正しいことを伝えてあげると作ってくれるんですけど、今回は何も不備なく頼めました。やったー。今まで4回中2回失敗して2回成功してます。何これ、なんか特殊な結び方してんのかな、輪ゴムなんだ。はい、こちらになります。文字なんですけど、まずこの、ロイご飯、これも毎日書いてる言葉なので書きました。自分手帳にはねロイご飯ってつけてないんですけど、このデイズの方には書いてて、自分手帳の方にもつけようかなと思って、ロイご飯ね、ロイちゃんのご飯、はい、そしてロイ散歩。で私この霊書体っていう怖い書体がすごく好きなんです。横にちょっと広くて怖いホラーゲームみたいなこの書体がすごく好きなので、一番最初に注文した時は何にも指定せずにただ文字だけで注文したんですけど、
それ2回目以降はね隷書体で作ってもらってます。でこの字の間は詰めるっていう指示もできるんですけど、今回は何も指示しなかったのでちょっと広くなってます。このロイご飯とロイ散歩ね、これでこのまさかのこのロイウポが間違えてお刺さることもなくなりましたね。これ作った時には事故を起こしましたけども、そしてこれ2つ、テイクとエディット。テイクイージーじゃないよ、テイクとエディット。これは撮影と編集です。 YouTube 用のハンコ。これも毎回書いてたのでね作ってもらいました。すっごいちっちゃいね文字、かわいい。そしてこれも結構使うのでワーク作ってもらいました。あと変わり種はこれね、喫茶店。これはなんだって思うでしょ。私が最近 X で教えてもらってハマっているチャット GPT のお遊びなんですけど、空想喫茶店っていうものにハマってて、毎日喫茶店に行ってマスターにこんなコーヒー入れてもらって、こんな雰囲気のお店で BGM はこんなのが流れてる中でのコーヒータイムしてるよみたいな空想喫茶店っていうのをやってるんですけど、それもねこのデイズの方にここに書くことにしてるんです。で前まではここブログっていうハンコをしてて、ブログのネタとか書いてたんですけど、毎日ネタ集まらないので、もうその空想喫茶店は毎日やってるんで、それを記すことにしたんですね。で今まではカフェ喫茶店っていうハンコなかったんで、これはシャイニーの自分で文字をこう組み立ててハンコにできるスタンプで押してたんですけど、毎回それやるのきついので、この大きさで老眼がきついので作ってもらいました。でカフェって作るよりも空想喫茶店っていうね、その喫茶店っていう言葉が私すごく好きなので漢字にしました。あえて怖い書体で漢字にしました。怖いね。何ドリンクが出てくるんでしょうか。そしてあとは一文字ずつなんですけどね、これがブレックファースト、ランチ、ディナーの BLD。 これも自分手帳とデイズに使えるハンコ。これはもともと丸の中に文字を一つ入れてくれるってやつで、ちょっとフォントが大きくなってます。あと一文字ハンコはこちら、怖い書体で全部ね怖い書体で、はい、月火水木金土日でございます。これはねいろいろ使えると思ったんですけど、一番使いたかったのがこのデイリーのここに普通に曜日を書くためのカッコがあるので、ここ英語のハンコしか今なかったんでね、ここにこうポチッと押していきたいなと思って作りました。これは健康管理のリフィルにも使ってるんじゃないか、この健康管理のリフィルにも使ってますが、別にこれはあれかな、英語とか使ってるし英語でもいいかもしれないね。この朝昼夜、これ朝反対になってるけど、朝昼夜もさっきのこれで押していくので、これは英語でもいいかもしれない。でこのデイリーの方、これはここにね日本語の月とか書いてるんで漢字にしたいかなってちょっと思って作りました。作っておくと多分結構使えそうなハンコですよね。でゴム印センターは1本160円からぐらい、一文字でそのぐらいかな、160円とか、こんなに作って1500円ぴったりだったので、そう1000円以上買うと送料無料なので、これで1500円ぴったり分です。本当にね自分が好きな使いたい言葉を作れるので、いろいろインスタとか見てると頼んでる方多いんですけど、めちゃくちゃ個性出てますよ。その人しか使わない言葉っていうハンコがいっぱい見えて面白いです。私でもこのロイ散歩とかもさ、私しか使わない言葉じゃない、そういうのをハンコで持ってるのって面白いですよね。ゴム印センターさんリンク貼っておきますので、なんかハンコが欲しいけど
売ってないっていう方はぜひ見てみて注文してみてください。安いし、ただこの事務的な、本当はいくつかから選べるけど事務的なハンコがメインなので可愛い絵柄とかはないです。普通にねワープロとかに出てくる記号は打てる。だからパソコンだったら記号打って変換できるやつぐらいはあるかもしれないけど、あんまり特殊なものは絵文字はないです。だから音符とか星とかそういうね、丸、三角、四角とかそういうものは作れるはずなのでぜひ見てみてください。ヤフーのお店になります。ヤフーショッピングのお店。それではこれを使って楽しい自分手帳タイムを取っていきたいと思います。でこの今まで使っていたロイ散歩と撮影編集朝昼夜は使わなくなりますね。でいつもハンコを使っているものとしてこれね、モーニングとロイヤルって作ろうか迷ったんですけど、これ私が消しゴムハンコで彫ったやつなんですけど、意外と気に入っててこれは作りませんでした。これはこのまま使っていこうと思います意外とね、このギガギガな文字が可愛いなって自分で思ってるんですよ。だからこの消しゴムがダメになったりとか飽きたりとかしない限り使っていこうかな。さてすいませんね、この表紙にピントが合っちゃうとボヤボヤするんでした。さて今日が2今日提出して昨日も朝まで仕事をしてましたね。30、31は仕事してたのか、ちょっとこれ見えないところですいませんね。30、31はない。で今日その実家の帰りにホームセンターに行って、ホームセンターに入ってるキャンドゥさんに行ったんですけど、シールお目当てまだキャンドゥにはないのかな、見たんですけどなくって、ロイヤルのご飯とか買って、でセリアさんが閉まるまでもあと30分あるみたいな状態だったので、セリアさんに行ってお目当てのものは半分ぐらいかなあったので購入してきたんですけど、その購入品はまた後日紹介しますね。バレンタインのものいっぱい可愛いのありましたね。バレンタインとひな祭りと桜のグッズがわーっと出ていました。いや春だなーっていう気分にはちょっとまだ慣れないね。まだ今日も雪降ってますので、降ってました。実家から出たら雪降ってるってなってで今日は2月でしょ。そしてこの辺のチェックが入ります。口約束、食器を返すバレンタイン渡すだけね。そうだ、あとね、さっき X を見てて偶然流れてきたんですけど、皆さん手帳の方はペンとかが主ですよね。シャーペンってあんま使わないと思うんですけど、私は仕事柄シャーペン鉛筆をよく使うんですけど、シンドバッドっていうシャーペン知ってますか？芯がドバッと入るんですよそれでシンドバッドっていうネーミングなんですけど、すごく昔100均で売ってたんです。しかも私が買った時はキャンドゥとかセリアとかじゃない、もうなんていう店みたいな、個人商店みたいなちっちゃい100均で見つけて買ったんですけど、それがもう2015年とかそのぐらいだったんですね。で断捨離とかしてるうちに手放しちゃったんですけど、シンドバッドっていうそのシャーペンが流れてきたんですよ X で。で何これ懐かしいと思ったら、国産でリニューアルって書いてあって、その前にあれ国産じゃなかったんだと思ったんですけど、サンスター文具が国産でリニューアルして、見た目も可愛くリニューアルしてまして、こんな感じでしたね。多分見た感じ、これユニボール 1P の夏に流行ったなんかナタデココとかね、そういう半透明の感じのボディなんですけど、こんな感じで
出てました。なんとかなんとかっていう色はいろいろ色のネーミングついてるんですけど、ピンクとか青とか白とかネイビーとかなんとかネイビーなんとかブラックなんとかピンクみたいなネーミングがつけられてて、こういう曇りガラスみたいな感じで出てて、欲しいなってリツイート引用リツイートで欲しいなこれ欲しいなってポストしてすぐ Amazon 行って探したらあったので買いました私の買い物安いですよ。600円ぐらいです。それが Amazon で 10% 引きになってから550円ちょっとで買えてますシャーペンで興味がある方は見てみてください。芯がね40本入るんですって。芯ドバッとでしょ。もう一回替え芯ってそのぐらい40本とか入ってるじゃないですか。それを全部丸ごとバーって入れたらそれがなくなるまで使えるんですよ。最高じゃないですか。鉛筆で物書く人ってね分かると思うんですけど、またなくなったってなるんですよね。それがなくちょっとカチカチってやったら次の芯が出てくるみたいな、最高に集中できるシャーペン芯ドバット気になった方は見てみてください。まだね予約ってなってたんですよ。もうすぐ発売なんですけど、まだ予約ってなってたんですけど、もしリンク貼れたら貼っておきますね。すごいネーミングですよね。芯ドバットハビットトラッカー、イグノテアップしたでアズマシーもアズマシー2人もまたねアップしていきたいんですけど、本当は目標は週1ぐらいなんですけど、ちょっとね確定申告終わるまでちょっと週1無理みたいになってます。無事私確定申告終われるんだろうか。撮影はしたな。撮影編集した。これは土曜日の話。読書、これ斜線引いてるのはオーディブルで耳から聞いてる読書なので1ヶ月文字を読んでいない。映画のところは映画見ても塗ってるし、アニメでも何でもそういう映像を見たら塗ってます。いいのか。ここは構成してないんだな。よし、2月に入りまして、2月のここは書いてあるんですけどシールとか貼ってないな。貼っちゃおうか。これが昨日でしょ。昨日この完全オフじゃないのになんで映画見る時間あるんだよって感じですけど、これはロイヤルのロイ散歩の時間にこうロイヤル撫でたりあやしたりしながらスマホで UNEXT でアニメとか見てます。今見てるのはね闇芝居アニメ、短編5分アニメ闇芝居、リアルタイムで1234期ぐらいまで見てたんですけど、今ね15期ぐらいまで行ってるんですけど追いつけなくなってから見てなくて、今全部見てます。貯めてそろそろコナンくんもだいぶ溜まってるんで見たい。一回最新まで UNEXT とかで見て止まってたんですよね。更新されなくて、でまたガーって溜まったので見たいですね。こうステップ、これは家の中でステップやるやつやろうっていう目標は立ててます。今日は2日イグノで撮影編集映画はまだわからない。それで日曜日にシール貼ってますね。シールどこから持ってきたシール、だいたいここの色に近いものを貼ってるつもりなんです。これかな、ベージュっぽいやつ。これよく考えたら月の色みたいですよね。ほぼ日の月の色のシールめっちゃくちゃ人気ですけどね。ほぼ日のね9月に発売になった時もめちゃくちゃ月の色のシール買うって人が多かったですけど、私一回も惹かれていない月の色のシール。よし、違うな、これ完全オフ目標の日に貼ってるから土日祝ってわけじゃないのか。祝日は剥がしまして日曜日だけでなんかシール貼ろっか。2月これなんだろう、なんでこのシール選んだの。1月忙しいから。2月そんなに幅がないんだけど何貼ろうかな。
夏だからバレンタインするっていうのもちょっとねピンクっぽくなっちゃうから避けたいんですよね。犬文字2月そんなに幅がないここ。この一応ヘルムさんで買ったけど海外製で著作権が微妙なやつたちを使っていこうかな。ほらこの豆乳ドリンクなんていうんだっけこれ、豆乳のさいろんな味があるやつあるじゃない。これとか絶対アウトでしょ。気分のさ豆乳のドリンクめっちゃ細かいね。これ返信ですよ。これ J のなんとかなんとかって書いてる返信。これとかプロパスって書いてるんじゃないの。老眼で見えないけど結構ギリギリっていうかほぼアウトな感じがするよね私はヘルムさんで扱ってたからよしとしてます。懐かしいこの筆入れ。これ持って構成行ってましたよ。ガバッてやったらペンケースになる、ペン立てになるやつ。すごいね使いやすかった。いろんな会社に行って構成する身としてはね。手帳があるね。これでも幅が足りないか意外とマジでプチプチしたやつしか貼れないかもしれない。下そうなの。じゃあこんなに選んだけどやめとこう。どうしようかな。この辺いいね。この辺いいなって今思ったけど、これチョコデコシール思ったけどあまり使い道のないこれにしよう。これ街マップマインドウェーブさんですね。でねこれどこの街なのかわかんないんですよ。外国行ったことある人はわかるかもしれないけど、これがピザがあるからイタリアかなみたいな、そんな浅い感じ。これはスイスかしら。そんな浅い感じでしかわからない。海外行ったことない私。皆さん海外行ったことありますか？普通あるかな。この年になったら修学旅行で行くよって感じ。スイスって書いてるね。やっぱり修学旅行とかで海外なのかな。私は田舎だったので全然。小学校の修学旅行はマジで近所。車で1時間2時間半ぐらいのところで、中学校の時は札幌、高校になってやっと本州に上陸しまして広島でした。帰りにちょっと東京寄ってディズニーランドと原宿みたいな自由行動があってみたいなね、そんな感じでしたけど、でも田舎の高校でも私立の高校はねオーストラリアとか行ってた気がする。だから私ね海外未経験なんです。笑ってもいいよナナのセリフだねこれ。小松菜奈さんのセリフですね。この出会い、私たちの出会いを覚えてるって言って、私は運命とか信じちゃうタイプだからみたいな流れで笑ってもいいよって言うんですけど、このガラガラの声で笑ってもいいよって言ってみた。ちょっとごちゃごちゃしちゃうか。これ28までだからこんなにスペースがあるんだね。多分ほら全然スペースない月が多い。ここも同じにした方が統一感が出るのかな。チーズフォンデュ。ちょっとこの電車使いたかったんだけどあまりにも唐突すぎるからやめとく。すごいねこの牛乳の樽かわいい。はい、こんな感じで。あれ上にもあるのこれ。ちょっとうるさくない？これでいいか。声ガラガラなのはね、健吾の風邪移ったって言ってる時からガラガラしてる気がするんだけど、今日は実家で喋りすぎたねきっと。40分ぐらい経ってるのにまだメインのページにたどり着いていません。今日は3031の文を書いていこうかな。30日、そう次の日曜日は選挙ですけど、新聞取ってないとさ本当に誰が立候補して何の選挙なのかさ分かりにくすぎて、ちょっと今日聞いてきたんですよ親に。次の選挙は一体何の選挙なんだと。で釧路地区からは何人出るんだって言ったら2人だって2人で争ってるらしい。30日はバレーのね西田選手の誕生日なんで
過去はここ絶対西田選手の似顔絵だったんです。でも前も言った通り、私はバレーボール協会というものにって思ってて、別にファンじゃなくなったわけじゃないんだけど、試合を見なくなったので、今年は仕事先からフィードバックが来てイラついたって話かな。言語と喧嘩、私たちもたまにはやります。あ、1日ずれてるわ。間違えたね。手抜きしたのは1日。でマンスリーでしょ。ウィークリーですね。この辺で買い物したのが届いてます。今日が2だよね。これだけ書いてたら何の話って感じだけど。ではここからですね。30日撮影で終わってる。撮影ここからロイ散歩、これの出番です。あ、これ入れるところを考えてないんだけどどうしようかね。22時半。おお、太しっかりパッキリロイ散歩。ちょうどこの自分手帳のマスに合うね、英語サイズの。で1時から編集。また寝すぎちゃったね。ご飯、今までこの食べてる時食って書いてたんですけど、そしてこれなぜかすごい人気だったんですけど、せっかくなのでこれを使っていくことにしましょう。ランチ、ディナー、ブレックファーストがいつかちゃんと使えますように昼夜逆転。お昼はロイ散歩。あ、薬飲んでるか。薬飲んでるか。ロイ散歩の主張が強いな。でご飯がおにぎり5枚。でこの日の天気曇り見えてない。曇り、0度のマイナス7度。不思議な生活ですよね。3時から6時ですよ。
ロイご飯。もう変な時間に寝てるから変な時間に起きるんだけど、この辺で起きてもだるくて全然起きれないんですよね。9時に寝てるから2時とか3時に起きれるはずなのにだるくて全然動けなくて4時まで寝てた。でお昼がここになるでしょ。最悪ですよね。ほら4時半からお昼に、10時半から夜。薬も飲んでないし、何にもできてない日でしょ。で、特に映画も見終わってないし本も読み終わってないんですけど、またスカスカやっちゃったね。では今日のところ書いていきましょう。昨日もワークをしたんですよね。今日全然見切れちゃってるところが多くてすいません。でよいしょ、ここで実家ですね。実家。お昼が夕飯が実家超早いんです。5時とかなのでそれが分かってるから今日はお昼食べませんでした。ロイ散歩行く前にギリギリロイ散歩撮影で、そうだ、イクラの乗ってるいなり寿司をよくね作ってくれるんですけど美味しかった。今日公開した動画がほぼ日手帳本を書く1日分のね本を書いている動画にアフレコでおしゃべりさせていただいたんですけど、本の人気すごいですね。嬉しい、ありがとうございます。今年に入って細かい日記、例えば今日はフィクションでもをスープルさんでやってたんですけど、みんなも多分なんか違うなって思ってたっぽい。今まで本でやってサイズダウンしたって言ってるけどなんか違うなって思ってた人が多かったっぽいですね。よし、こんな感じか。あとは日記の部分を後で埋めます。ここね。よし、こっちに挟んどこうか。でちょっとスカスカのところはシールで埋めるので今埋めとこうかな。先週がピンク、その前はウサギ、その前はパンダ、クマと来ております。さあ何で埋めようかね。じゃあ最近のこれじゃないか、最近のダイソーさんで買った韓国系クマちゃん。猫使ってないよね。猫マインドウェーブさんデュードロップステッカー猫ブルーカラーブルーってやつですね。これですごい半透明だから難しいけど、猫ちゃんすごいね。この長毛種ですね。かわいい。あ、重ねない方が見えたか。そういうパターンもある。重ねない方が見えるパターンもあるんだ。
感じでどうでしょうかね。じゃあこんな感じ。はい、ということで今回は、ゴム印センターさんで注文購入したこちらのハンコをご紹介して、これを使って自分手帳を3日分埋めていきました。ロイ散歩の存在感がぐんと上がりましたね。ハンコがあるとすごく埋めるのが楽です。あとはちょっと気になったというか、書きたいことがある時にちょこちょこっと足していけばいいのでね。はい、そんな感じで今回も自分手帳追いつきました。皆さんお付き合いいただいてありがとうございました。ここまでね、最後まで見ていただいてありがとうございます。皆さんの手帳は進みましたでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。バイバイ。